今ですね、マレーシアのハイウェイのサービスエリアに来てるんですけども、これから車でシンガポールの方へ向かいます。で、途中でちょっと今アイスコーヒーもここで買ったところです。それでは今からシンガポールへ行ってみたいと思います。今回はマレーシアのクアラルンプールから車で約4時間かけて国境を越えシンガポールへと渡る。道中の様子やシンガポールの名物ヘイフージャオパンシエなどのグルメ紹介のほか、シンガポールで宿泊したセントレジスホテルのスイートルームの部屋紹介などをお届け。それでは今回の旅のスタート地点となったマレーシアのサービスエリアの様子からどうぞご覧あれ。現在マレーシアの、ここサービスエリアですね。高速のサービスエリアにいます。あそこで歌ってる方々がいます。多分ストーリーとパフォーマンスみたいなことなのかな、日本でいう。結構見るんですよ、マレーシアいると。こういう路上で歌ってるストーリーとパフォーマンスやってる人、こういうのもちょっとね、なんか面白いところだなと思ってます。マックにドライブスルーに来ました。いつも黒木だ DC だって言ってるユッキーさんがマックなの。マックどうですか、マレーシアのフィレオフィッシュは。味道有一点不一样，但是是好吃的。いつもね、高級店行っても美味しくない、これまずいとか言ってるのに、マックは大丈夫なんだね。別ルールなんだね、これね。マック別ルール。これ食べてないんですけど、驚き、この大きさ。なんかマレーシアのフライドチキンすごいでかいですよ、マックの。日本の多分 1.5 倍ぐらいの大きさあります、これ一個一個が。だから一番最初に聞かれた時私びっくりしたんですけど、なぜかっていうとチキン2ピース、3ピース、5ピースしかないんですよ。でも、日本とか中国の場合って、2ピース、5ピース、15ピースとかあるわけ。でも5ピースを頼んだら持った瞬間に重っと思ったんですよ。さすがにこんなでかいのと思わなかったんで。そうだね、でかいねこれね。ポテトはどう？美味しいよ。日本のポテトはほらちょっとふにゃって感じじゃん。ここサクサク。あ、サクサクなんだ。幸せなら何よりです、ユッキーさんが。これなんかマックでマレーシア名物のナシレマ売ってるんですけど、フライドチキンと比べて分かるけど1人分ぐらい、だいたいちっちゃいね。まあ1人分でもちっちゃいくらい。まあそうだね、これちっちゃいね。ね、鳥がこんなにでっかいのにナシレマは超ちっちゃい。特味、ナシレマ特味。マックでナシレマ塗ってるって面白いね。どう、ナシレマの味は。うまい。うまいんだ。マックのナシレマがうまいんだ。ポイント高いね、これはね。今ですね、シンガポールに近づきつつあるんですけど、また新しい、サービスエリア来ました。ここはさっきのサービスエリアに比べるとだいぶちっちゃくてですね、なんかこういうなんだろうな、ちょっとまあ露店が並んでますね。なんかフルーツ売ってたりとか、ここに、ジュースとか水とか、あとはなんかなんだろう、マレー風のビスケットとかね、そういうものを置いてますね。疲れた？道中ちょっと疲れた。あと2時間ぐらいかな。頑張りましょう。4時間かけてシンガポール、今からこれからね、ちょっと抜けるとこなんですけど、税関ですね。今こんな感じで一台一台並んでます。今シンガポールに入りました。シンガポール何しに来たの？ヘイフージャオパンシェ食べに来ました。でさっきね、ちょっと入国のところで審査あるんですけど、車で来るとなんだろう、車で通るイミグレーションがあって、ただそこちょっとカメラで収められないんでね、今もうこうやって抜けてシンガポールにマレーシアから来たところで撮ってるんですが、今ここはシンガポール国内になります。でジョホールバルクにここ抜けてくるとき、マレーシアの方から、こっちの、シンガポールに抜けてくるときにもうすごい渋滞で、大渋滞でイミグレーションのところが車だったりバイクだったり陸続きになってるじゃないですか。だからちょっと面白い光景でしたけど、ね、それちょっとカメラで収めたかったなっていうのが、これちょっと禁止なんでねできなかったですけど、口でちょっと今説明させてもらってます。今シンガポールの市内に来ました。個人的にはね、20年ぐらい前ですね、2003年とか2年とかその前後に来たことあるんですけど、もう20年ぶりぐらいですね。あまり今のところはちょっと変化、めぼしい変化わかんないんですけど、だいぶ変わってるんだろうなとは思います。シンガポールのセントレジスホテルに来ました。
今日は今回シンガポールでこのホテルに泊まります。マレーシアもね、クアラルンプールがセントレジス泊まったんですけども、今回シンガポールとマレーシアクアラルンプールのセントレジスのちょっと比較なんかもできたらいいなと思ってます。はい、こちらホテル入って、フロントになりますね。はい、今チェックイン中です。そしてはい、ホテル1階ロビーはこんな雰囲気ですね。奥の方に、あっちは、はい、カフェかな。はい、カフェがあって、入り口にはここね、ケーキとか売ってますね。1201、あ、こっちの1201。わかりやすい。オープンザドア。どうぞ。はい、入ります。大きさはやっぱりマレーシアほどじゃないね。シンガポール。でもやっぱり素敵だね、このデザインが。マレーシアよりなんかデザインがいいですね。デザインがね、素敵だね。センス感じるね。シャングリアもこんな感じで、はい。シャングリラもこんな感じじゃないですよ。はい。リビング、ここ書斎。シャングリラもこんな感じっていうのはどういう意味ですか？シャンデリアだ。ごめんごめん。はい。美しい、はい、ソファーがあります。で、ここ全面が、はい。すごい全身鏡になってます。すごい大きな鏡ですね、これは。で、ここにコーヒーメーカー。おー。ってことはこの中にいろいろ入ってるんだね。はい、スナック類とか。はい。こっちに、はい、グラスが入ってて。まあ全体的にちょっとお金かかってるって感じがします。冷蔵庫、冷蔵庫もね、なんかほら中身があれ開かないよ。あれ？開かないか。ジュース。はい、まあ一般的なね、はい、お酒だったり、こっちは何ですか？ちょっと紹介してください。これは多分トイレっていうトイレね。系で、そうだ、トイレだ。こうやって閉めるんだ。洗面所があって、ここトイレで。ドアあるんじゃないですか。それで閉めると。こっちはだからお風呂場。お風呂場か。でもこれは狭い。バスタブだね。バスタブがあります。で、バスタブ向こうはね、ベッドが見えるような設計になってますね。ユッキーさんが顔を覗いてる。はい、洗面所です。全体的にはそうね、やっぱマレーシアのクアラルンプールのセントレジスに比べたらだいぶ狭いですね。ここがシャワールームです。クロークです。はい。クローク金庫もここにあって、はい、ちょっとちっちゃめの金庫ですね、これはね。はい、ここが寝室。はい。クイーンサイズぐらいの大きさのベッドですね、これは。キングサイズなのかな。はい、テレビも、はい、あります。まあこんな感じですね。歯ブラシ一緒ですね。あとこのひげ剃りもカミソリ。まあ石鹸とかはちょっとマレーシアのよりいいな、良くなってた。ボタニカル。そうですね。タオルとかもマレーシアのよりできてる。マレーシアのは部屋広いけど、ある意味ボロボロの部分がある。しかもここより新しいんですよ。ここより新しいのに、なんかボロボロに映るっていうのはやっぱりなんていうの、メンテナンスの場合とか、やっぱそういう細かいところはやっぱシンガポールの方がちゃんとしてる。なるほど、細かい点でね。そうですよね。部屋は狭いけどね、こっちは。でも多分マレーシア無駄に広いんですよ。広いもんな、あっちはね。確かに。これ開けてみようかな。はい。石鹸ね。いい香り。あまり。あまり。だけどオーガニックの香りです。ボタニカルって書いてあったからそうなんだろうね。どうですか、シンガポールのセントレジスは。まあ基本的には部屋はマレーシアよりは狭いんですけど、例えば置いてある家具とか、ソファとかは多分マレーシアのより、まあ若干いいものを置いてあるし、あとこの細かいところ、例えばジャムチとかドアの閉まる具合とかっていうのをちゃんと作ってるんです。さすがシンガポール、カーテンはリモコンです。今カーテンが開いてます。そして
外の景色がねすごい綺麗です。美しいですね、ここの風景。プール綺麗です。でも水に持ってきてない。今水買いに行こうかな。なんか気持ちよさそうなプールです。プールの中にねこうやってベッドがあって、こちらはホテル内のフィットネス。セントレジスシンガポールのフィットネス設備はウォーキングマシンやバイクなどの有酸素運動を行うマシンは充実している一方、側筋を鍛えるマシンは若干少なめ。それでも最低限のトレーニングをするには十分と言えるだろう。それではここからはディナーのために有名なレストランを訪れたいと思う。今ですね、シンガポールリバープロムナードというところ来てるんですけど、ここショッピングモールとかいろんな、ここに川がありますね、リバーだから。はい。でここにすごい有名なレストランがあって、カニ料理がすごい胡椒とか黒胡椒を使ったね、すごい有名な、シンガポールといえばそれを食べるっていう、その料理を食べに今からあるレストランに向かうところです。人がねすごいいっぱいこのリバーサイドに人座ってて、すごいにぎわってますね。こっちははい屋形船みたいなのがいっぱいありますね。このレストランですね、なんかはいなんか海鮮物海鮮物という言い方あれですけど、ジャンボというお店ですね。ジャンボ、はい、今から入っていきます。有名店みたいですよ。おー、すごいにぎわってます。明るい時間でね、まだ今6時前ぐらいなんですけどにぎわってます。ユッキーさんはもうご飯食べてます。おー、すごい、もうすでにいっぱい食べてる。お待たせ。あ、めちゃくちゃ美味しそうじゃん、これ。なんか、あ、これは空心菜ですね。これはなんか貝ですね。貝、ちょっと細長い貝です。空心菜食べてみたいと思います。空心菜いただきます。あ、美味しい。あとせっかくなんでシンガポールといえばタイガービールいただいてみます。なんか気分が味わえて楽しいです。ちょっとね、この貝食べてみたいと思います。貝、はい、ちょっと先に上に乗ってる春雨食べてみます。うまい。続いてこの貝もいただきます。うまい。はい、こちらがシンガポールで有名なブラックペッパークラブというね、黒胡椒の味付けをしたカニです。これ今まで僕食べてきたのはどっちかっていうとこういう中華系の味付けした、これも中華なんですけど、ただ黒胡椒のはね初めて個人的に食べました。これなんかねすごい変わっててめちゃくちゃ美味しいです。これはラーチャオシエって言って、こうやってカニを一個一個手で割って食べます。はい、ユッキーさんがずっと苦戦しながら割ってくれてます。カニをいただきたいと思います。甘辛くてすごい美味しい味付けです。個人的には黒胡椒のやつの方がなんかすごいハマる味ですね。この店はこの2つのカニ一番有名。ラージャオシエとこのヘイフジャオシエっていうのが一番有名。結構でかいカニだよね。マレー風焼きそばみたいです。じゃあこのマレー風焼きそばいただいてみたいと思います。なんだろうな、多分カニ味噌とかでもう使って炒めてる味がしますね。カニの風味がすごい美味しい焼きそばです。だんだんね、ちょっとさっき6時ぐらいに僕ら入ったんですけど、その時はあんまり吸い込んでなかったんですが、ちょっとずつ混んできましたね。今7時ぐらいです。なんかシンガポールは日本よりもだいぶ遅い時間に混み始めるみたいで、8時とか8時半ぐらいからお店がいっぱいになるみたいです。30分かかったチャーハンが来ました。これはなんだ、キャベツかなを千切りみたいにしたものかながちょっと添えられたチャーハンです。はい、ちょっと食べてみます。このお店カニとかの味付けかなり濃いんですよ。でチャーハンに関しては逆に多分一般の中華のチャーハンに比べると味が薄いんですね、味付けが。
からなんかチャーハン30分かけて出てきたんで、もうこれ最後の品なんですけど、そういう意味ではなんだろうな、なんかちょっとここでなんかちょっと落とされたような感じします。美味しいか美味しくないかで言ったら美味しいんですけど、味付けは薄い。そっか、カニ味噌かけたら美味しいのか、ユッキーアレンジで。これユッキーアレンジでこうやって食べるの？そうなんだ。あ、もともとそうやって食べるように味薄く作ってんの、このチャーハン。こうやって食べる。あ、そうなんだ。日本の皆さんそういうことらしいです。このチャーハン頼んだら、このカニの食べ残し、食べかすというか、食べ終わった後のこの味噌をかけて食べるのがスタンダード。今残った種類言ってください。何か食べ残し食べかせん。ちょっと待って。はい、最後にこれデザートでヤンツーガンルーって言います。美味しいんですよ、これ中国のねスイーツですけど。シンガポールのヤンツーガンルーはどうですか？美味しいですよ。美味しい？ヤンツーガンルーかき氷になってます。ちなみにですね、かき氷風になってます。シンガポール暑いんでね、はい、こんな感じな、はい、タピオカとか入ってる。はい、ご飯食べ終わりました。今夜ね7時半なんですけど、まだ比較的ね空が少し明るんでるっていうか暗いんですけど、まだ明るいですね。シンガポールの夜はまだ明るいです。どうですか、食後にこのリバーサイドを歩くのは気持ちよくない？気持ちいいです。お腹いっぱいだからちょうどいいから、食べ過ぎた。はい、今こちらマリーナベイサンズというショッピングモールに来ています。マリーナベイサンズは世界の一流ショップやレストラン、世界最大級のカジノやホテルなどが揃ったシンガポールを代表する複合施設だ。中でもよく知られているのが地上55階のホテルタワーを屋上で結ぶ独特のデザインをしたスカイパークと、天空に広がる全長150メートルのインフィニティプールだろう。ここカジノの入り口になるみたいです。ショッピングモールの中にありましたカジノの入り口です。おー、なんか噴水のショーやってます。おー、すごいたくさんの人が見学してますね。噴水のショーやってます。うわー、素敵ですね。こんだけ多くの人が今写真撮ったりビデオを撮って、はい、集まってますね。素敵ですね。いいですよ。どうですか？いや、2000万ドルの夜景。2000万ドルの夜景ね。ビル群の中に噴水、素敵ですね。おー、噴水にプロジェクションマッピングが出てる。いいね。はい、ここがこのモールの中でなんかデジタルアートですね。マリーナベイサンズにはいくつかの没入型エキシビジョンの他に、今回は行かなかったがナイトクラブや世界有数のショーやコンサートを楽しめる施設もある。日本の大型商業施設と比べてもなお圧倒されるほどの規模感だと感じたマリーナベイサンズ。次回もしまた訪れるならもう少し時間をかけて回ってみたいと思う。セントレジスの、はい、朝食です。ブッフェだね。こちらがパンのコーナーですね。そして、はい、まあ、いわゆる一般的な洋食であるとか、あと多分中華っぽいのもありますね。ワンタンとか。こちらはサラダのコーナーで、はい、でお寿司もありますね。はい、こちらがおかゆとかヤムチャ、まあ2種類あるヤムチャ、せいろの中に今入ってるんですけど、はい、こちらがおかゆで、はい、こちらが僕が選んだ、朝ごはんです。パンに関してはね、シンガポールのクアラルンプールの、置いてるものがほとんど一緒でした。で、食事に関してはこっちはね、ヤムチャが多いかなって、ヤムチャとか中華が多いかなと。ただ全体的な選択肢としてはクアラルンプールの方がね、2倍ぐらい選べる種類が多いです。シンガポールはね、種類はちょっと少ないかもしれないですね。ああ、すごいね。めっちゃ美味しそうじゃん。美味しい？
ここの便で私が好きです。脂っこくなくて、上かけてるタレもすごくあっさりしてて、朝にはいいと思います。高評価だね。麺を作ってもらいました。辛いの好きなんでこれぐらい、入れてます。見てください。もうこれさ、スープを食べるじゃなくて唐辛子を食べるために食べてるみたいなもんです。いかがですか？スープがね、澄んでて美味しいです。マレーシアのクアラルンプールのセントレジスと比べるとこっちの方がスープの美味しさは際立ってますね。で、さっきクロワッサン食べたんですけど、クアラルンプールとシンガポールだったらパンに関しては同じぐらいの美味しさだと思います。これでも麺はスープは確実にこっちの方がなんていうかな、透明度もあるし、だけどちゃんと味付いてて洗練されたスープの味しますね。辛いですか？辛さはどうだろうな。足りない。まあこれ自分でトッピングしたんで何とも言えないんですけど、この唐辛子自体の多分辛みがそこまでもともと強いやつじゃないから、普通の人にとったら強いかもしれないけど、僕にはまだもう一つパンチ足りないんですけど、ちょうどいい辛さで美味しいです。はい、完食です。さっき辛くないって言ったんですけど、食べてるうちにどんどん辛くなる後から辛さくるタイプの唐辛子で、まあまあ辛いです。これ激辛好きでもまあそこそこ辛いと思います。それでは今回の旅の総括およびセントレジスホテルのクアラルンプール、シンガポールの違いなどを語っていきたいと思う。マレーシアクアラルンプールのセントレジスとここシンガポールセントレジス立て続けに泊まってみましたけど、比較してどうでしょうかね。マレーシアのセントレジスすごく広くて、そうね、ここマレーシアほどすごく広くないんですけど、まあ広いし、でも使うものはやっぱりこっちの方がいいかなって、特にタオルとかシャンプー、レンジとかもうダントツにマレーシアよりいい。そうだね、なんか髪洗った後のね、なんか手触りとかもちょっと違うもんね、こっちのシャンプーがね。香りとかとか。そうだね。ただマレーシアの方は本当広くて、もうなんかだだっ広いところでガーってこう開放感ある感じでね、それは全然違うよね。気づいたのはベッドマットはこっちの方がいい。細かい点でこっちの方がいい。なんかクオリティがちょっと高いかなっていう。でも全部クオリティはこっちの方が高いではないんですよ。マレーシアのセントレンジスのトイレがここのより。そうね。そうね。確かに。向こうは TOTO でしたから。そう。細かいところでやっぱりね、どっちがこの部分が良くて、どっちがこの部分いいみたいなのはあるんですけど、どっちもどっちっていうのと、シンガポールやっぱり地価がね、そもそも高いから、やっぱりそんなに広い面積、東京に近くて。そうだよね。どうしてもホテル、ちょっとコンパクトになるっていう点では、このホテルの今この部屋は、その中では大きいスタイルなのかなっていう感じだよね。じゃあこれから車でまた、マレーシアに僕たち、クアラルンプールに戻りますけど、何時間かかけて、今回はどんなホテルに泊まるんですか？私も泊まったことないんですけれども、ルーマーっていう。ルーマー？中国ではすごく有名なデザインなホテルなんですよ。でもそれは多分マレーシアでは1軒しかないの。なるほどなるほど。マレーシアのルーマーっていうところにちょっと今回は泊まってみます。どんなところっていうのは行ってみないと全然わかんないんですが、ちょっと楽しみにしてるので、皆さんもぜひ次回の動画も楽しみに見てください。ということで、また次回お会いしましょう。またねー。